情報親方のトリセツ誰でも作れるでしょう。始まりました。情報親方のトリセツ誰でも作れるでしょう。この動画ではトリセツを作るコツをご紹介します。いわばトリセツのトリセツ。親方、この動画を見れば誰でもトリセツを作れるようになるんですよね。なります。やった。前回はトリセツ制作の基本、その中でも企画に焦点を置いてご紹介しました。今回はどんなテーマなんですか？今回もトリセツ制作の基本になります。今回はその中でも設計の部分に着目したいと思います。なるほど。実際にゆいぴーさんにも作業してもらいます。やったー。前回はですね、結局作る手前までしかいかなかったので、今日はやっと食べられるってことですね。はい、今回は実際に作っていただいた経験をもとにトリセツの原稿を作っていただきます。このサイバー空間にふさわしいデジタルツールを使ってってことですね。さあ、どんな仕掛けが出てくるんでしょうか？そこはアナログです。え？こんなところに付箋が、そしてマジックが。絶対予算の都合じゃないですか。前回トリセツを作るには3つの制作段階があることをご紹介しました。それは企画、設計、制作です。この動画では設計についてご紹介します。前回はトリセツの企画についてご紹介しました。トリセツの企画を作る上で大切なキーワードがありましたね。はい。それがこちらです。いつ、when、どこで、where、誰、who が何をする what マニュアル化、そしてなぜ why、どのように how、コストをどのくらいかける how much なのかっていったところです。親方、こちらを定義するのはなぜでしょうか？トリセツを分かりやすく伝わりやすくするためですね。はい、よく言われるのは 5W1H だと思うんですけども、それに製品の一部ということもあって 5W2H、一つ How much を加えて 5W2H にしています。良いトリセツにするために欠かせないのが設計です。前回 5W2H で作った企画をどのようにトリセツに落とし込んでいくのか、それが情報収集、情報整理、構造化、視覚化です。具体的に親方が解説していきます。では早速、情報収集、情報整理、構造化、視覚化をカップラーメンの作り方に当てはめて説明してもらいます。ではこちらをご覧ください。まず製品の仕様やユーザーの行動に沿って必要な情報を集める情報収集です。情報収集にはどんな手法がありますでしょうか？はい、例えばメーカーさんだと、企画書などの資料があったり、あるいは、カードソーティング、これ KJ 法という方法なんですけども、付箋を使って、何を書くのかとかっていうのをイメージにあるものを形にしていくやり方があります。あとは実際にユーザーが製品とかサービスを使っている場面を録画しながら、その場面を別室で見たりっていう、でどういうふうに使われているのかっていうのを観察するという手法であるユーザビリティテストっていうのもあります。そしてあとはその世に出た後にクレームであるとか問い合わせっていうのがあるので、それの記録というのも参考にしたりします。カップラーメンの作り方ではどうなるかやってみましょう。はい。今回はカードソーティング KJ 法を使ってみましょう。ゆいぴーさん、はい。カップラーメンを作るときどんなことが必要でしょうか？まずそうですね、お湯ですかね。お湯、蓋を開けるみたいな感じですか？そして中に入ってるスープと火薬たちがいるので取り出します。お湯を入れる、お湯を沸かす、お湯を沸かしますね。お湯を注いだし、蓋をする、蓋をして3分待つですね。蓋をして3分待って、蓋を開けてスープを入れて混ぜて食べる。
こんな感じですかね。ありがとうございます。作っていきたいと思います。親方ラーメンを開けていきますね。わあ、すごい。開けます。ビヨーン。お、まずは火薬と液体スープを取り出します。火薬を入れます。いい匂いが。ここでもう熱湯を注ぐんですね。これでいいんだ。あ、いい香りです。はい、下の線まで入れました。あ、これ蓋の上で温めるタイプの。そうですね。これも書いてないと分かんないですね。はい、はい、3分待っていきたいと思います。3分経ちましたので開けていきます。これ開けていいんですよね。バーン。うわー。でここに液体スープを入れていきます。後入れです。これピリ辛なんですよね。お、あ、出していただいたんですけど、実はまだ足りないところがあります。なんですって。これだけじゃ作れないみたいです。お湯って書いてるだけではなくて、お湯って360ml いりますよね。あー、な例えばるほど。ちゃんとお湯の目安量とか書いてます。お湯を入れるということは、ここは実はものすごく熱いですよね。ここにね、熱湯注意って書いてます。皆さん。なのでここで何らかの注意文がいったりします。なるほど。実は混ぜて食べるっていうのはもう一回実はありました。その前にちょっと混ぜるっていうポイントがありましたね。なんですってこれだから料理できない女は困るんですよ。これか。7番目ですね。これ混ぜる。これ混ぜるです。混ぜる。これ矢印混ぜるですね。そうですね。ちょっとてっきり七味唐辛子みたいな入ってるんかと思いました。矢印です。でかい七味だ。これは今出てるのは基本は作り方っていうのが中心になるんですけど、何らかのそのマーク、どこそこのその統一した協会のこれはその基準に合った商品ですよっていうのを書いてたりするロゴであるとか。あ、でも横にちゃんとなんて言ったらいいんですか、このありますよね。お湯に注意とか、電子レンジに入れないみたいなっていうのはもう業界で決まってるものなんですね。なるほど。アレルギーに対応してるか、あるいは中に何が入ってるかっていうようなのも書く必要があります。なるほど。あとはですね、はい。蓋を開けるのところにここまで開けるっていうのが確かにあれ実はあります。全部開けちゃう人いそうですよね。そうですね。全部開けると蓋閉めれないんで。そうですね。はい、うわー、本当ですね。では次は手順の整理についてですね、はい、こちらで大事なことって何でしょうか。はい。情報整理のところで大事なのは、はい、まずは誰のために書くかということを考えて、その誰というユーザーのレベルに合った用語であるとか文脈であるとか構成を考えるということが必要です。そして同じ要素とか関連する要素っていうのはまとめた方が分かりやすくなります。そして、理解度を深めるためにストーリー展開をするというところです。これは例えば手順であるとか時系列でまとめれるであるとか、難易度別にまとめたり、あるいは目的別にまとめたりっていうふうなところがいろいろあります。じゃあこれを、はい、例えば時系列、最初で起こる順に分けて張り替えていきましょうか。蓋をするのはだいぶ後の方ですよね。そうですね。で例えばこの辺にあったとしたら、蓋をしてから3分待ちますよね。でその前に火薬入れますよね。はい。で、スープを入れるのは実は最後の方だったりします。でお湯を注ぐのは火薬を入れると蓋をするの間ぐらいで、混ぜて食べるこれ2箇所あったんですけど、蓋を3分待った後ですかね。後ですね。印象に残ってたのは多分この最後に混ぜて食べるだと思います。火薬を入れるの前に火薬を取り出す。でその前に蓋を沸かす。蓋を沸かすね。蓋を開ける。で、蓋を開けるときにここまで開ける。でお湯を沸かすのは実はこの前の段階とかなんですけど、まあ
お湯を注ぐまでの間でできればいいっていうそうですねところなんで、熱いとか注意っていうのはこのお湯を注ぐところですね。で 360ml はまずはここで作っとかないといけないですね。で例えばその手順に関わらないこのロゴマークであるとかアレルギー対応であるとかっていう風なのはそのもっと前にまた別のこの作り方っていう風なところはよりは別の話題になりますね。まあ実際に作る段階になって途中でお湯を入れて蓋を押して3分待ってっていう風な手順になります。なるほど。いただきます。いただきます。うまい。はい、そして構造化です。構造化で大切なポイントって何でしょうか。はい、ここでは、ユーザーさんが触れたり見たりする場所っていうのがあると思うんですけども、そういう場所にここ見るだろうなとかここに配置すべき情報やなっていうふうなところをグルーピングをしたりとか手順化したりとかレベル分けをしたりとかっていうふうな工程です。操作する時系列で作ったりあるいは段階的に作ったりする。これ例えば簡単な手順から難しい手順へ作ったり、基礎編から応用編を作ったりとか、頻度別、よく起こるものをまず出してしまってその後にもうめったに起こらないようなことを書いてしまうとかっていう風なのが段階的に作るってことです。で、ちょっとボリュームのあるマニュアルとか取説だと、目次構成があるんですけども、目次構成を作るためにその情報を構造化するんですけども構造化する階層っていうのを、だいたい3階層から5階層にまとめると整理がしやすくなります。カップラーメンの作り方の場合の構造化っていうのはどういう作業になりますか。はい、カップラーメンでは例えば先ほどお湯を入れるという手順がありましたけども、はい、そういう時にお湯を入れる時ってどこを触るかな触る場所としては蓋周辺であったりでタイミング的には蓋を開けるで3分待つっていう風な周辺にそこにワーニングが必要になるっていう風なところなんでそれを考慮して構造化を進めていきます。そして最後が視覚化です、はい、こちらで大事なポイントを教えてください。はい、視覚化のポイントとしては作り手が考えていることっていうのをユーザーさんが見て分かるように表現する過程なんですけども例えばお湯を入れますっていう風な時に文字でお湯って書くよりも例えばポットであるとかやかんであるとかっていう風なイラストを描いて入れた方が伝わりやすいって思いませんかね。はい、でそういうイラストを使ったりとか配色を気をつけたりとか、ビジュアル化に近いところだと思うんですけどもそれを工夫することでユーザーさんがちゃんと分かったと思えるような取説を作るというのが大事です。さあそんなわけでお届けしてきた情報館のトリセツ誰でも作れるでしょう。この動画ではトリセツを作るコツをご紹介いわばトリセツのトリセツでした。ご覧いただきありがとうございました。次回はトリセツを作る上で必要な制作の部分をお話しします。次回またお目にかかりましょう。はい、次回は私の俳優と声優としての活動もご紹介していきたいと思います。すいません。